実写の雰囲気をよく捉えた製品ですが、こだわり派には少し気になるポイントも。皆さんこんにちは。デザイン担当の吉天です。今回は加藤から発売されました E721 系1000番台4両セットをレビューしていきます。結論から言うと、全体のプロポーションや塗装の質感は非常に実写に近く、満足度の高い仕上がりです。その一方で、一部パーツの流用や造形など、ファンによって好みが分かれるポイントもいくつか見られます。今回はそのあたりも含めて、正直にかつディテールアップのヒントを交えながらレビューしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。川崎府の日常をジオラマで再現しました。詳しくは概要欄をご参照ください。まずは製品の概要から見ていきましょう。パッケージは紙箱仕様となっています。今回のプロトタイプはピーヨン6編成、台車と床下機器はライトグレー、スカートは青灰色で実写のイメージが再現されています。付属品は説明書のほか、ステッカーと交換用全面表示パーツ、そして並結用のカプラーとスカートが付属します。全面表示はデフォルトで、船内が取り付け済みで、先頭部は連結機カバー付きのダミーカプラーとなっています。ここで注意したいのが編成番号です。今回の製品は前面には編成番号が印刷されておらず、付属のステッカーにも収録されていません。実写では前面窓から見える印象的な部分ですので、ここはサードパーティ製のインレタなどを活用することで一気にリアルになりそうですね。ちなみに今回の1000番台はタイプ製品ではなく0番台との屋根上の違いやワンマン表示機の有無などの差異が的確に表現されているのが嬉しいポイントです。続いて最も気になる製品の特徴を深掘りしていきましょう。まず塗装の印象は非常に実写に近く、頭部類の作り込みも実写のシャープな雰囲気をよく捉えています。車内についてもお手洗いなどの表現を含めてしっかり作り込まれており、細かさで定評のあるマイクロエース製品にも引けを取らない加藤らしい十分な表現力です。そして注目すべきは足回り、小径車輪が採用されており、低床車らしい車高の低さを再現しようというこだわりが伝わってきます。一方で台車をじっくり見ると、本来なら空間になって抜けているはずの場所が塞がっています。ここは内側を黒く塗ってあげるだけで実車のような抜け感を簡単に表現できそうです。また前面の貫通扉や側面の乗降扉は実車のようなステンレスの質感の違いまでは再現されていません。加えて屋根周りもパンタグラフ周辺もシルバーに塗装されていました。ちなみにマイクロエースだとパンタ周りは灰色に塗り分けられています。こだわりたい方はこれらを塗り分けしても良いと思います。ただ前面に関してはホロを取り付ければそこまで違和感は持たない印象です。そのホロですが、こちらは E131 系の流用となっているため実車とは若干形状が異なります。さらに前面の連結機の胴受け形状も1000番台の実車とは異なり、0番台の形状がそのまま搭載されています。この辺りは E129 系のアッシーパーツなど加工して取り付けてみるのも面白いかもしれません。前面の行き先表示も少し小ぶりな印象を受けるので、縁を黒く塗って引き締めるか奥行き感は少し薄れますが、ステッカーを上から貼って大きく見せるのも手ですね。また側面の表示に関しては黒塗りされていませんでした。そのためステッカーの貼り付けや黒塗りで引き締まると思います。最後に気になる701系との並結についてです。もちろん製品状態で問題なく連結して雰囲気を楽しめます。ただ正直にお伝えすると、帯の高さのズレや乗務員扉が揃っている感じなどは表現できません。極力車高を低くされているものの、サスペンション機構の影響で少し腰高に見えてしまっている感じです。701系と並べるとカプラーの位置でもよくわかります。もしどうしても実車通りにこだわりたいという方はサスペンションをあえて無効化する加工をしてみるのもおすすめです。車高がさらに下がって701系との並結の違和感はある程度軽減されるはずです。というわけで今回の E721 系1000番台はそのまま走らせても十分かっこいいですが、手の加えがいがある製品という見方もできるのではないでしょうか。少しの工夫で大化けするポテンシャルを持っていますので、ぜひ皆さんもお手元にいかがでしょうか。概要欄に製品のリンクを貼っていますので、ぜひチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。ジオラマ制作担当のアトリエモレジが皆様のオーダーメイドの作品を心を込めて丁寧に制作します。お問い合わせは概要欄のリンク先にあるオーダーメイドお問い合わせフォームからご質問ください。